夏になると出番の増えるそうめん。いつものめんつゆ味に少し飽きていませんか？今日は旬のトマトの甘みを生かした暑い日にぴったりの冷製トマトそうめんを作ります。このチャンネルでは旬の食材を使った無理なく作れる丁寧な家庭料理をご紹介しています。よかったらチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは早速作っていきましょう。まずはトマトを湯むきします。家庭料理だとちょっと面倒に感じますよね。でも冷たいそうめんに合わせるならこのひと手間で口当たりが随分変わります。丁寧にするならまずヘタをくり抜いて反対側に十字の切り込みを入れます。ちょっと面倒だなという時は十字の切り込みだけでも大丈夫ですよ。湯むき以外にも冷凍庫で表面が凍るくらいまで冷やしておくと流水に当てるだけでも皮が剥きやすくなります。やりやすい方法で試してみてくださいね。沸騰したお湯にトマトを入れて10秒ほどしたら冷水に取ります。皮が浮いているので簡単に剥けますね。皮を剥いたら1センチくらいの角切りにして冷蔵庫でしっかり冷やしておきます。次は玉ねぎです。薄く千切りにして水にさらして辛みを抜きます。端の厚みがあるところは少し切り込みを入れてから刻むと細さが揃ってそうめんにも馴染みやすくなります。前回のきゅうりでも使ったらっきょうを今回も入れます。この甘酸っぱさと食感がトマトにもよく合うんです。らっきょうがなければケッパーやピクルスでも美味しく作れます。酸味と食感が少し入るだけで味に奥行きが出ます。大葉もトマトにはよく合います。ただ最近は大葉も少し値段が高いですよね。そんな時は小ネギを多めにしても大丈夫です。その他にもバジルを使えば洋風に、パクチーならエスニックな雰囲気になります。このあたりはお好みで楽しんでください。小ネギも細かく刻んでおきます。ボウルに冷やしたトマトと水気をよく切った玉ねぎ、らっきょうを入れます。ここに塩、ポン酢、オリーブオイル、レモン果汁を加えて味をつけます。タバスコもトマトによく合うので辛いものが大丈夫ならぜひ少し入れてみてください。全体を和えたら食べる直前までしっかり冷やしておきましょう。そうめんは袋の表示通りに茹でていきます。茹で上がったら冷水でしっかり締めます。ここで水気をしっかり切っておくのも大切です。水っぽいとせっかくの味が薄まってしまいます。冷やしておいたトマトだれと和えていきます。トマトは甘みや水分量によって仕上がりの味が結構変わるんですよね。ここで一度味見をして少し薄ければ好みの濃さに調整してください。今回は濃い口醤油を少し加えて味を整えました。それでは盛り付けていきましょう。麺を盛ったらトマトだれをたっぷりとかけます。水気を切った大葉を添えて小ネギとごまを散らしたら完成です。
ポン酢とレモンの酸味がトマトの甘みをしっかり引き立てています。そこにオリーブオイルが入ることで酸味が少しまろやかになって全体がまとまりますね。らっきょうの甘酸っぱさと食感もいいアクセントになっています。暑くて食欲がない日にもこれならさっぱり食べられそうです。このトマトだれはそうめんだけじゃなくカッペリーニなどの冷製パスタや冷ややっこにかけてもよく合います。旬のトマトをたっぷり食べて暑い夏を美味しく乗り切りましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。感想や質問があればコメントで教えてください。高評価とチャンネル登録もとても励みになります。